青い残光が路地を切り裂き、紙のように世界がめくれる。裂け目から抜け出す影の正体、夜。瞬時に異次元へ身を滑り込ませ、リフトウォーカーとして名を馳せる。バロラントプロトコルにエージェントとして迎えられた後も、彼の探求心は止まらない。青い奇跡が描く先、真実を求め、夜は今日も裂け目を開く。皆さんこんにちは、小島です。さあ、今回もこの時間がやってまいりました。今回で4本目となる動画に登場するエージェントは夜です。今まではね、オープニングちょっと撮ってなかったんですけど、ちょっとこういうのも入れていこうかなと思って、これからもね、バロラントのストーリー動画作っていきたいと思いますので、皆様応援の方よろしくお願いします。絶対面白い動画作るんで。長いって、せっかちな人もいるもんですね。では行きましょう。バロラントの世界へ。プロフィール。エージェントナンバー15。本名、桐谷亮、コールサイン、夜、コードネーム、ステルス、分類、レディアント。日本の血が生んだ得意なレディアントであり、戦場においては空間を切り裂き敵陣を吸収する、危険極まりないデュエリストとしての名を轟かせる。彼が駆使する現実と異空間の境界線を自在に踏み越えるその得意な行動は、一部の研究者やエージェントたちの間では、リフトウォーキングとも呼ばれている。彼の力の核心は我々の知る物理法則を超越した異次元、あるいは次元間の不安定な空間へのアクセスにあると見られている。夜はこの未知の領域を掌握し、瞬時に姿をくらましては思考の死角から現れ、致命的な一撃を見舞う。彼が常に顔に装着するあの古式ゆかしい侍の面は、異次元の混沌の中でも彼の知覚を研ぎ澄まし、精神の均衡を保つための不可欠な触媒であると言われている。しかし、この次元を渡るという常識を超えた力は、何らかの代償を伴う可能性があると言われている。彼が次元を渡る際に自身の存在の何かを消費、あるいは置き去りにしているのだとすれば、その力はあまりにも危うい輝きを秘めている。夜の性格は一言で言えば孤高である。極めて高い自尊心と、自らの能力に対する揺るぎない、時には過剰とも言える自信は、しばしば傲慢さや不遜な大言相互として周囲に映る。敵に対してはもちろんのこと、時にはチームメイトに対しても侮蔑的とも取れる辛辣な言葉を投げかけることがある。彼は生まれながらの単独行動主義者であり、集団での連携や他者に依存することをまるで自分の美学に反するかのように極端に嫌悪する。この他者を寄せ付けない姿勢は、彼の戦闘における個の強さを際立たせる一方で、組織内での協調性という点では大きな課題であるとも指摘されている。彼の日常とされる記録では、街の些細な騒動にもくだらないと毒つきながら、結局は仕方ないとばかりに圧倒的な力で制圧する姿が見られる。そして感謝の言葉を向けられても、自らをヒーローと称されることを冷ややかに拒絶し、他者からの評価には一切頓着しない孤高の美学を貫く。任務外では愛車である漆黒のカスタムバイク HX20 の整備に全神経を注ぐ。また夜は鋭利な刃物の収集家としても知られる。彼自身、新たな刃を手にしては、その切れ味に満足げな表情を浮かべるほど質、量ともに相当なものに上ると噂されている。意外な一面として好物は日本の伝統的な麺料理ざるそばである。記録によれば行きつけの蕎麦屋でいつものとしてこれを注文し、一日の喧嘩を忘れるかのような安堵とともに食すのが彼の流儀である。ある時、この至福のざるそばを味わっている最中、仲間であるフェニックスから通信が入ったが、夜は食事を中断されることに露骨な苛立ちを見せ、任務よりも一杯のそばを優先し、通信を拒否したという逸話も残っている。彼の外見は、現代日本のストリートパンクの様式を先鋭的かつ大胆に、そして彼自身の美意識で再構築したものであり、その全身から放たれる強烈な反骨精神とアナーキーな雰囲気は、見る者を挑発し、同時に魅了する。彼のテーマカラーである鮮やかな青は、彼が切り裂き、そして潜り抜ける、あの異次元の裂け目と怪しい輪廓と不気味なまでに呼応しているのだ。そして夜はまた、あの世界経済を牛耳る巨大企業キングダムに対して極めて強い。そして一切隠そうともしない、むき出しの嫌悪感を抱いている。その憎悪の根源は公にされておらず、彼自身がキングダムに直接雇用されていたという記録も今のところ見つかっていない。しかし、キングダムが彼にとって故郷を思わせる地、スピリットの歴史ある景観を住民の意思を無視して一方的に変え、自社の冷たく巨大な本社を公然と建設したことに対しては、特に激しい殺意にも似た反感を示している。これは彼がキングダムによる目に余る文化的侵害や、そこに住まう地元住民の穏やかな生活様式の無慈悲な破壊を怒りと無力感とともに間近で見てきた経験に起因するのかもしれない。彼は次元を操る孤高のデュエリストとして、その鋭利な能力と誰にも本当の意味では理解されることのない複雑な内面を抱え、今もなお世界のどこかで人知れず戦いの中にその身を置いている。
彼の真の目的、そして彼が心の奥底で渇望し、追い求めるものが何であるのか、その全貌は未だ深い霧の中であり、我々はその断片を垣間見ることしか許されていない。彼の物語はまだ始まったばかりなのである。経歴。その男、桐谷亮。後に夜として知られることになる存在。彼の物語は、一つの大胆不敵な事件から世界の表舞台へとその姿を表す。それは巨大企業キングダム社が厳重に管理する戦略拠点 S22 コンテナ港への前代未聞の単独潜入であった。鉄壁の警備を誇るその施設は極秘裏にレディアナイトの研究と物資の中継を担うまさにキングダムの心臓部の一つ。そこに彼はたった一人でまるで影のように忍び込み、そして嵐のように駆け抜いたのだ。彼がなぜこれほど危険な虎の穴に足を踏み入れたのか、その真の動機は今もって厚いベールに包まれている。古き一族に伝わる使命だったのか、飽くなき個人的な探求心か、真相は定かではない。しかし彼は神業ともいえる技術で幾重もの警備網を突破し、校内の最も厳重に管理されていた区画でついに運命の遺物マスクを発見し手にする。このマスクは単なる古美術品ではなかった。まがまがしいまでに美しく、そして異様な気を放つ侍の面。一族の言い伝えによれば、それは装着者に異次元を見る力を与える禁断の細工であったという。マスクを顔にした瞬間、夜のうちに眠っていたレディアントとしての力は爆発的に覚醒し、限定的ではあるが次元の境界を鋭敏に感知し、それに干渉するまさに神の領域に等しい力をその手に掴んだ。この S22 コンテナ港の一件は表向きには小規模な不法侵入として処理された。しかし水面下ではレディアントや異次元の脅威に対抗するために設立された秘密組織バロラントプロトコルの鋭敏なアンテナに触れることとなる。彼らがどのように夜の存在とその得意な能力を察知したのか、その詳細は最高機密であるが、結果として夜はプロトコルに編入され、エージェントとしての血と荘園に彩られた公式任務を開始することになった。プロトコル加入初期の夜は、その圧倒的な次元干渉能力を駆使し、単独潜入や電光石火の奇襲任務において、他のエージェントの追随を許さない驚異的な戦果を叩き出した。だがその一方で、彼の極端な単独行動主義と協調性の欠如は、チームとの間に深刻な圧切れを生むことも少なくなかった。彼の鋭すぎる刃は敵だけでなく、時として味方をも傷つける諸刃の剣であったのだ。そんな彼のキャリアにおいて大きな転機が訪れる。奇しくも彼が運命のマスクを手に入れたあの S22 コンテナ港が再び戦いの舞台となったのだ。オメガアースと呼ばれる別次元の勢力によるスパイク爆弾を用いたテロ未遂事件が発生。この絶体絶命の危機において夜はフェニックスやジェットらと非容なく共闘を用いられる。そして自身の得意とするステルス能力と空間を瞬時に飛躍し、次元の裂け目を利用して進出鬼没に移動する彼固有の得意な戦術を最大限に駆使し、最終的に作戦の成功に大きく貢献した。この異次元の脅威との壮絶な戦いが彼に異次元の存在をより強く、より生々しく意識させ、孤独な探求をさらに真相へと向かわせる決定的な契機となった。公式任務の裏で夜は密かに、そして執拗に誰にも明かすことのない個人的な目的のため S22 項や異次元に関する独自の調査を継続した。その異常なまでの執着は時にバロラントプロトコルの機密データベースの不正アクセスや組織の許可を得ない無断潜入といった極めて危険な規律違反にまで及んだ。その結果、組織内部での彼の孤立は一層深まっていった。しかし、禁断の探求はやがて彼を校内に存在する次元が極めて不安定になっている危険な区域へと導く。そしてついに彼は現実と異次元が混濁する境界面、次元の裂け目にその身一つで足を踏み入れることになる。そこで彼が聞いたという謎の女性の声。その声の主も囁かれた内容も詳細は一切不明だが、この常識を超えた神秘体験が彼のその後の行動をより脅迫的で何かに取り憑かれたような狂気をはらんだものへと変えていったとされる。今現在も夜はバロラントプロトコルの現役エージェントとして世界各地の危険な任務にその身を投じている。しかし彼の活動における個人的な探求の割合は日増しに、そして確実に増加しているようだ。彼が執拗に追い求める一族の謎、あの仮面に秘められた真の力と呪い、異次元の存在理由、そしてあの裂け目の奥で彼を呼んだ謎の声の正体、未だ何一つとして明らかになっていない。桐谷亮、彼の物語は次元の狭間を疾走する孤独な探求の旅路そのものである。その刃が次に何を切り裂き、その瞳が次に何を捉えるか、それは彼自身にも、そして我々にもまだ誰も予測できない。他エージェントとの関係。
同じく影を操る謎多き存在オーメン。夜は彼に対し時折お互いの能力の類似性を指摘するなど、ある種の仲間意識あるいは理解者に対する軽い友情の念を示す。一方のオーメンは夜に対して深い敬意とその得意な力に対する称賛の念を抱いているのだ。オーメンはまた夜のリフトウォークについて、彼が次元を渡る際に自身の存在の一部を置き去りにしていると意味深長に言及し、夜の力の根源や代償について本質的な理解を持っている。炎を操る若きデュエリストフェニックスとは、夜は好んで軽口を叩き合い、自分がより優れたデュエリストであることを示そうとする。この二人の若きレディアントの間には常に火花が飛び散るような、しかしどこか憎めない交友的なライバル関係が存在する。彼らは互いに冗談を言い合う機会をめったに逃さず、フェニックスもまたそれに応える。彼らは戦場をかける唯一無二の親友同士なのである。魂を喰らい戦場を支配する女帝レイナ。彼女に対して夜はプロトコルの中でも稀に見る深い、そして純粋な尊敬の念を抱き、彼女がそばにいてくれることを心の底から喜んでいる。レイナが戦闘において見せるあの卓越した技量と一切の躊躇なき冷酷さは、夜が心から敬意を払い、そして深く共感する数少ない資質なのである。その剛腕で全てを粉砕し、常に創造しいエージェントブリーチ。彼はその口うるさく、ややもすればやかましいとさえ言える陽気な態度を公然と、そして容赦なく軽蔑している。しかしその圧倒的な物理的実力を完全に無視しているわけでもなく、時折ブリーチが成し遂げた常識外れの功績をぶっきらぼうながらもしぶしぶ認めることがある。オーストラリアの大自然が生んだ生命を愛するエージェントスカイ。夜は彼女に対して他の者には決して見せないような、どこか色めいた、あるいはからかうような言葉を何度も執拗に投げかける。その際彼の普段の自信に満ち溢れた態度とは明らかに異なる、どこか動揺したような素振りや異常に甲高い緊張した声色は、この仲間であるもう一人のレディアントに対するより深い愛情や特別な感情の表れなのである。毒を操るエージェントバイパーの言葉、それは次元を渡る孤高の影夜に向けられた冷徹にして深遠な一言であった。彼女は夜のその得意なリフトウォークの力の前にこう言い放ったとされる。その力でこんな世界よりマシなところへ行けばいいものを。